はい、マルペンサ空港に到着して無事にチェックイン完了いたしました。マルペンサ空港、3レターコードは MXP でございます。でこれからですね、ボーディングゲートに向かってアブダビへ旅立ちます。なんだかんだ、4日間ぐらいですかね、イタリア滞在しましたが、あっという間の4日間でございました。もう帰ると帰るんですが、まだアブダビでの滞在、アブダビでの旅行も残ってますので、まだ引き続き気は引き締めつつ、楽しく過ごしていけたらなと思います。ではフライト行ってきます。バイバイ。ボーディングの時間までお土産ショップを見てました。ユニフォームも置いてます。そして憧れの航空会社エミレーツのクルーの皆さんと出くわすことができたので、じろじろ見てしまいました。そしていよいよボーディングの時間です。帰りもエティハド航空にお世話になります。今回の機体はボーイング787、少し古めの機体です。寝ぼけながらですね、窓の外を見るとご来光が見れました。そして慣れ親しんだエティハドザイード国際空港到着いたしました。おはようございます。皆様、ただいまですね、アラブ首長国連邦アブダビに到着いたしました。ただいまアブダビのザイード国際空港の到着ゲートにいます。私はですね、ミラノからアブダビ乗り継ぎで日本に帰る予定なんですが、ここアブダビで14時間のトランジット時間を作ったので、もうすでに2時間ぐらい経っているんですが、残りの12時間でですね、アブダビを観光したいと思っておりまして、で今から、ショッピングモールに行って、でその後にですね、数々の映画のロケ地にもなったアブダビの観光名所エミレーツパレスホテルやその周辺を観光したいなと思っております。で今日の成田行きのフライトがですね、夜の22時、40分頃を予定しておりますので、それまでの時間、限りある時間ではございますが、できる限りアブダビを楽しんでいけたらなと思います。ちなみにこちらがアブダビ国際空港の到着ゲートでございます。あちらにはですね、タクシー乗り場がありまして、で反対側にはですね、エティハド航空をご利用の方は無料でドバイに行けるシャトルバスがございます。事前に予約は必要ですが、無料でドバイまで行ける1時間ぐらいの、運転で行くことができます。ではタクシーに乗って移動していきます。そしてタクシーに乗り込みました。窓の外を見るとですね、IKEA があったり、あとはフェラーリワールドとかもこの近くにあったりと、見てるだけで楽しいですね。アブダビはドバイと比べて比較的新しい街な感じがしてですね、とても新鮮です。なんだろうな、あの建物とか思いながら見ておりました。この日のアブダビはですね、ちょっと砂っぽいもやがかかってましたね。これがアブダビの街並みでございます。ギャレリアモールに到着しました。まだ10時オープンの2分前なんですが、なぜかすでにもう入れていてお客さんもたくさんいます。日本とは少し違うところでしょうか。そしてですね、今から、一番の目的、私が好きなスポーツヨガウェアブランドのアロに行きたいと思います。まだ私が訪れたのはドバイとアブダビの2店舗しかないんですけど、まだ日本に入ってきていないので、今のうちに可愛いのがあれば購入したいと思います。楽しみです。私の大好きなセフォラ
アブダビで買うとショッピングバッグ、アラビア語のショッピングバッグいただけますよ。で、コスもあります。好きなブランドがたくさん。はい、一番のお目当てアワにやってきました。ちょっとアブダビはドバイ店よりも小さめかなとは思いましたね。アラでお買い物してきました。気になっていたトレーナーを購入いたしました。これを着て帰りたいと思います。ちなみにこのアブダビのアロはですね、1ヶ月前にオープンしたばかりだそうです。新しい店舗に来ることができました。まだ日本には上陸していないブランドなので、とても嬉しいです。直近では韓国にできたみたいなので、一番近くて今現状では韓国が近いから、また韓国行った時もちょっとチェックしてみたいと思います。嬉しい。みんな大好きなロックシタン、アラビア語表記を見るとなんかまた新鮮ですね。問題です。こちらなんて読むでしょうか。ちなみにこれとこれはあーって読みます。正解はザラでした。アラビア語はこっちから左に読みます。右から左。かわいい。スタバに来ましたが、今ちょうどアザーンがかかってますね。中東エリアでは1日に数回祈りのお告げ、祈りのコーランがかかります。結構ね、最初びっくりしたんですけど、聞いてると結構癒されるんで、私もたまにね YouTube でコーラン聞いたりしてます。癒しのコーランみたいなので調べたら出てくるので。でスタバで何を頼んだかというと、こちらアイスアメリカーノ、アイスアメリカーノと、あとツナチーズエッグサンドイッチみたいなやつ。ちなみに先ほど買ったアローを着ております。もう早速嬉しくて着てるというのも半分ありますが、モールが寒すぎて着ているという感じです。どうでしょう、似合っておりますでしょうか。ではいただきます。今からですね、泊まりはしないのにエミレーツパレスホテルに行こうと思っております。映画の舞台にもなってますね。有名な場所なので一目もう一度見たいと思いまして、さっきちょっとタクシーの入り口のドアに唇をぶつけてしまい、ちょっと気持ちちょっとここ腫れてますね。もう帰国前に災難です。そして再びタクシーに乗って次の場所へ移動します。アブダビは高いビルが多いですね。そして全部ちょっといびつな形をしているという。そしてこちらですね、有名な建物、映画にも出てきましたね。そして一番のお目当て、エミレーツパレスホテルにやってきました。素晴らしい美しいホテルでございます。エミレーツパレスザリンホテルに到着しました。キランキランです。この天井をご覧ください。ちょっとキンキラキン高級すぎてですね、ちょっとあんまり大きな声が出せないぐらい高級感が漂っております。ただ
今回泊まるわけでもないんですけれども、気軽にですねこのように足を運んでもいいみたいなので、もちろんねお茶していくのが一番いいかと思いますけれども、見学に行きましたという感じで、エントランスでは言って入ってきました。じゃあ快く受け入れてくれてですね、さっきもアフリカ出身のエントランスの方と少しお話しして仲良くなりました。2回目はねここ来るのみたいな話をして、ああそうなんやみたいな感じで、お手洗いをお借りするだけでもすごくいい経験になるかなと思うので、時間がある人とか興味がある人は来てみても、時間がある方は来てみてもいいんじゃないかなと思います。こちらがですねワイルドスピードフューリアス7スカイミッションだったり、あとミッションインポッシブルとかかな、あとセックス&ザシティも言われてるんですけど、実際にここはロケ地ではないみたいですね。数々の方が著名人もいらっしゃっているとても有名な、ホテルでございます。外観もとてもすごいので、この後ちょっと外観も見学したいと思っております。エントランスから外に出てきました。ご覧ください。映画ワイルドスピードフューリアス7スカイミッションで、空飛ぶ車が登場したロケ地でございます。ビルとビルの間を車でこうボンボンと駆け抜けた、そんな場所ですね。圧巻。私はワイルドスピードシリーズ、フューリオスシリーズが大好きで、車の免許もマニュアルで取るぐらい車が好きなんです。運転も好きなんですけど、そのスカイミッションのロケ地で使われてたこのビルディングのロケ地に来るたびに本当にねワクワクドキドキします。やっぱりその映画を見てから来るとなおさらわーっていう感動が生まれますね。あ、ここレティが歩いてたところだ、ドーマが歩いてたところだみたいな、そんな感じでございました。で今からですね、お友達のミカちゃんの住むお家の近くのカフェに行こうと思っております。でミカちゃんも今日から有給でフライトで旅行に行くみたいなんで、一緒に空港に向かってお別れしたいと思います。もう間もなく旅のすべての予定が終わろうとしております。寂しいですね。左手に世界一美しいグランドモスクが見えました。ちょっとでもお目にかかれて嬉しい。世界一美しいグランドモスク、夕日に照らされて美しく光っております。This building is called Aldar Headquarter. Aldar Headquarter. It's big construction company. Abu Dhabi Airport, Yas Island, major projects by this company. Yes, they are working big project in Middle East. Yes. It's called its office. Yes. Yes, but it's Dubai Royal Family, Abu Dhabi Royal Family, Qatar Royal Family, Bahrain Royal Family.
さあ、そしてアブダビのホットスポットになっているという噂のですね、カフェにやってきました。空港からもすごく近かったです。こちらクラブハウス、こちらではですね、ソルティッドフォーム抹茶ラテみたいなドリンクをいただきました。で、ミルクはココナッツミルク割りでいただきましたが、とても美味しかったです。そしてミカちゃん登場です。この時はですね、私が人生初カタール航空に登場したということもありまして、その時の感想とかをシェアしていました。まだこの時はですね、ミカもカタール航空乗ったことがなかったそうだったんで、なんかいろいろ情報交換をしてました。でもエミレーツもっともいいよ。そうなんだ。エミレーツめっちゃ多い。エミレーツ昨日初めてさ、ミラノと行ったことがあるんですよ。美味しかった。パンも食べてない。ミカちゃんです。今回の旅すべて全部手配してくれたミカちゃんです。アブダビでまた再会します。12時間滞在ね。そうですね。超短い滞在。さあ、そしていよいよお別れの時間がやってきました。一緒に空港に向かいます。はい、タクシーに乗り込んでですね、空港間もなく到着しそうです。夜の空港、ザイード国際空港もとても美しいですね。約1週間ぐらいの長旅、間もなく終わろうとしております。とっても寂しいですね。慣れ親しんだ空港ですが、なんかちょっとエモーショナルな気持ちになってしまいました。今回14時間のトランジットだったんで、ぶっちゃけアブダビだけじゃなくドバイも行こうかなと思ったんですが、今回はアブダビ観光、そして親友のミカちゃんに会えてとっても有意義な時間を過ごせました。また、いろんなとこ旅に行きたいなと思っておりますということで、皆様最後まで動画ご覧くださいましてありがとうございました。